釧路市まで来てしまった。勢い余って車を走らせすぎたようだ。モネちゃん、明日お仕事でしょ？今日泊まれないのによく釧路市まで。余裕があったらのんびりしたい心だけども。調子に乗って高速道路に乗るから。この動画は北海道の景色を堪能すべく車を運転するモネさんと道路や地域の案内をするもちこさんによるドライブ動画です。せっかく釧路市まで来たのだから動画の一本でも撮影しないとね。そうだね。気を取り直して撮影モードだよ。で、どこ撮るの？そうだな。あ、ここなら短いし近いからいいかも。道道860号釧路西高線、全長およそ 2.7km の港湾近隣から始まる道路だよ。港湾か。今さっき港湾を撮っていたね。偶然だな。そして道道860号は橋を登る前に通過した信号機付き交差点からスタートするよ。目に見えない力で誘導されているような感覚。もちこ、何をした？何もしてないけど。まあいいや。この道道860号はどんな道路なの？釧路港の西港区から始まって星ヶ原南5丁目あたりで終わる道路だよ。さっきいた場所が西港区で飼料を扱うサイロだったり海上運送に関連した倉庫がたくさんある場所だよ。なるほどね。港のお仕事に必要な建物とかがたくさんあるんだ。で、終点の星ヶ浦南だっけ？そこには何があるの？何もないよ。ごめん。なんて。特に何もないよ。何もないの。この道路は何なの？まあ道路云々よりも釧路港があるから道道になっているのかな。東北海道の流通を支える釧路港、開港から130年経っているよ。お年寄りだね。歴史がある。はい。全国のおよそ5割の乳牛が東北海道にいてね。日本全国の半分の牛さん？乳牛ね。で、乳牛を使用するとなれば必要となるのが乳牛のご飯となる飼料。北米から飼料の原料となる穀物を輸入するのだけど、全国のうち5割の乳牛のご飯、それを釧路港で輸入、受け入れ。その量の積載量をさばかないといけないから、港周辺を整備する必要があったと。多分そう。そうだよね。せっかく船で持ってきても、道路がなくて運べません。となれば、港の持ち腐れだよね。だからの、まあそういうことだよ。もちろん、臨港道路という道路が港湾にはあるのだけど、埠頭周辺とか、主に積み込みや荷役などで運送車両が通る道路だからね。街中はカバーできないし。なんだこれ。な道路だけど理由があるってことだね。そうだよ。そうこうしているうちにこの交差点が終点だよ。夕日に見とれていてあっという間だったわけじゃないね。この道路短いんだものね。ということで逆方向からも撮影してゆき。そうだね。夕日の逆光でよく見れなかったし。綺麗な夕日だけど撮影にあたってはありがた迷惑だな。さてここでクイズです。どうしたん？何が始まるの？インドネシアのバリ島、フィリピンのマニラ、そして釧路、この3地域は世界に誇れるある共通点があります。それは一体何でしょうか？人が住んでること？まあそれも共通点だね。ご飯が美味しいとか？いやまあ美味しいとは思うけど。わかった。クッキーが美味しい。美味しいということは甘い。世界三大夕日として選ばれた地域だよ。空気が甘いって何さ。それって夕日が綺麗な地域として選ばれたってこと？そう、その通り。日本三大じゃなくて世界レベルなの？そうみたい。嘘でしょ？どうして釧路なの？釧路が位置する緯度、湿度の高さ、高層建築物や山がなく視界が広いとか、釧路にはそれらのいろいろな条件が整っているみたい。ほう、知らなかった釧路の魅力だ。こんな時間になってちょっと後悔していたけれど逆に良かったかも。そうだね。ただ札幌から釧路は遠いからさ、今度は宿泊込みの旅行を検討しよう。勢いで来る距離じゃなかったね。そうだよ。
very near 시야니때さて、今通った交差点で終点だよ。交差点で一度しか曲がらない簡単な道路だったね。公安は大きな建物も大きくて、でもちょっと街とは違った雰囲気。不思議だよね。来る機会もないし、そもそもトラックさんのお仕事の邪魔にもなりそうだからね。近寄りがたいというか、そんな感じもあるよね。でも、港の雰囲気好きだな。ふふふ。普段来ない分、新鮮味があるからね。港、新鮮、お刺身ってこと？うん。今晩の夕食はお寿司に決まりだな。以上、堂々860号、釧路西高専でした。寿司、どこにする？モネちゃん、お寿司食べてたら帰る時間遅くなっちゃうよ。それはそうと、この道路は走ってみてどうだった？距離は短かったけど片道3車線の部分があったりして、立派だなって感じたかな。起点あたりの橋のところだよね。左折した交差点から別の道道にバトンタッチするからあれだけど。そしたらいつかまた走る機会がありそうだね。今回は予定外の釧路撮影だったけれど、次回はもっと堪能するぞ。ちゃんと計画を立ててから来ようね。ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。また見てね。